どうも、じゃあ、リタショップトニークの小沢です。今回は、久々の都市伝説救命会ですね。はい。SG とか、ファイヤーバードとか、BS335 とか搭載されている、かっこいいマエストロバイブローラーなんですけども、皆さんご存知でしょうか？ちょっとごついやつですね。そのマエストロバイブローラーのプレートがあるかないかで、音がどう変わっていくのかというところを今回、ギブソン SG で検証していこうと思うんですが、めちゃくちゃマニアックな内容だと思うんですけども、ただ、気になる方、きっといらっしゃると思いますので、今回はそれをやっていこうかなと思います。今までですね、トニークのチャンネルではかなりいろんな都市伝説究明してきまして、トレモロスプリングの本数だったりとか、あとはブリッジがベタ付きかフローティングかとか、スポールのテールピースの高さとか、もう様々なことやってきたんですけども、今回はプレートの有無ということで、果たしてどういう結果になるのかめちゃくちゃ楽しみです。ということで、本編へどうぞ。まずはじめにマエストロバイブローラとはというところをやっていこうと思います。ギブソン社で1960年代初期に登場したビブラートユニットですね。ギブソン社で設計開発されたという話です。そのマエストロバイブローラが出る前にですね、サイドウェイバイブローラというものが出ていたんですけども、それの改良版として登場しますね。主に SG だったり ES シリーズだったりファイヤーバードなどに搭載されていたんですけども、フェンダー社がストラトキャスターに採用していたシンクロナイズドトレモロというものがあるんですけども、それと異なる点がありまして、スプリングではなくてですね、湾曲した板の力でビブラートがかけられるという風な構造になっております。なのでスプリングを使用するシンクロナイズドトレモロとかフレッドローズトレモロと比較するとやや上品にかかるという風な特徴がありますね。そんなマエストロバイブローラーなんですけども、ロングバージョンとショートバージョンが存在しておりまして、ロングバージョンの場合はですね、テールピースのカバーにですね、彫金が施されていて、ルックスも非常にゴージャスに仕上がっているという風な形ですね。で、こちらのモデルなんですけども、このマエストロバイブローラーのロングバージョンのプレートはついているんですけど、アームはついていないっていう風なスペックになってますね。今回の検証では、このロングバージョンのプレートの部分があるかないかで音がどう変わっていくのかっていう風なチェックしていこうかと思います。今回使用するモデルがこちらです。ギブソン SG6H リーシュですね。1961年の SG を再現したようなモデルになってますね。でこちらアメリカで生産されております。木材見ていきますと、マホガニーボディでマホガニーネックでローズウッド指板ですね。ピックアップが定番の57クラシックに搭載されていて、ブリーチがチューンオマチックとストップテールピースです。こちらの価格が中古で22万円で販売中でございます。SG といえば、その様々なトレモロユニットが採用されていまして、もともとはサイドウェイバイブローラーが搭載されていて、その後このマエストロが搭載されていて、ただそのアームをやっぱり取り外して、このチューンオマチックストップテールピースと組み合わせの方が扱いやすいみたいなので、現行品で多く採用されているのはチューンオマチックストップテールピースのブリーチなんですけども、今回このマエストロからチューンオマチックに変えたっていう状態なので、このプレートがあるかないかっていうところでサウンドがどう変わるかですね。現代の三大ギタリストの一人であるデレクトラックスという方は、このスペックの、SG を使ってまして、シグネチャーモデルもリリースしてますね。なので何かしらの変化はあるんじゃないかと思いますが、どれぐらい違うのか早速やっていこうと思います。いつも通りクリーンとクランチとドライブでやらせていきますので、よろしければ音聞いてみてください。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、結構変わったと思います。個人的にはですが。ちなみになんですけども、重量がやっぱり変化しまして、プレートありの場合は 3.25kg。で、プレートなしの場合は 2.99kg という風な形で、重さも変わってきて、このボディの下部にプレートがつくことによって、本体のバランスも少し変わってくるような感じですね。音としては、プレートありの方がちょっとタイトめな感じがありまして、ちょっと密度が上がったような形といいますか。で、プレートなしの方がもっとレンジが広いようなオープンなサウンドの印象がありましたが、皆様いかがでしたでしょうか？なんか実質あれですね、楽器の重さで音がどれくらい変わるのかみたいなっていうものでもあると思いますし、この金属のものがボディにボンって乗ることによって本体の鳴り方も変わってくると思いますし、かなり面白い検証だったと思います。SG ってやっぱヘッド落ちっていうそのデメリットといいますか、SG あるあるみたいなのがあるんですけども、やっぱりこのプレートあることによってかなり構えやすくもなると思うので、めちゃくちゃありな改造だと思います。見た目もすごいかっこよくなりますしね。先ほど紹介したデレクトラックスなんですけども、彼はですね、このプレートを残したままにしてた理由として、照明が反射してかっこいいっていう風に言ってたみたいで、サウンドというよりかはルックスをメインに考えていたみたいですね。本当のところはちょっとわかんないんですけども、結局のところですね、どっちが正解かっていうのは好みなんですけども、こうやって知っておくとまた選び方変わって面白いんじゃないかなと思いますね。とにかくこういった改造もいつでも受けたまっておりますので、プレートつけてって思ったらぜひご相談いただけたらと思います。どうですかね、皆さんどっちが好みでしたかね。SG の音でイメージするのがどっちかみたいなっていうところはあると思うんですが、そんな感じで音どうだったとか、こういう検証やってほしいとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。いや結構前すぎるんですよ。健康診断行ってきまして。去年の健康診断というか、だいたい毎回健康診断の結果ってそんなに悪くなくてというか、結構お酒とかたくさん飲んだり、暴飲暴食をする方なんですけども、意外と肝機能とかいつも問題なくっていう状態で、ただ去年やった時は、ちょっと数値ギリというか、ギリ A 範囲みたいなっていう感じだったんですよ。今年やった時に、その数値まで改善されていて、その変えた点で言うと、カップ麺をやめたっていうところと、あと朝ですね、青汁を飲んでヨーグルトを食べて会社に来て、で仕事してる最中はサラダチキンしか食べないみたいな、で夜は好きなものを食べてお酒飲むっていうのをやってたんですけど、もうめちゃくちゃ健康になってて、血圧とかも下がり、肝臓の数値とかも下がりみたいな感じで、ヨーグルトと青汁のパワーは偉大かもしれないですね。こういうのやってるって方いたらちょっと教えてください。やっぱ健康に対してすごい気を使うようになりまして、長生きできたらなとまでは言わないですけど、健康に過ごしていけたらなと、思っておりますので、こういうことやってるよみたいなのあったらぜひコメントしてみてください。こんな感じでやってって、来年めっちゃ数値悪かったらすぐ報告します。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。質問を埋めてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギターショップと肉営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。今、いろんな竿が入ってきまして、もう新品、中古、あとヴィンテージも増えましたね。ちょいちょいヴィンテージ買い取りでお持ちいただくことがあって、歴史を感じながら査定したりみたいなっていうのはやるので、何でも買い取っておりますので、ぜひいつでもご相談いただければと思います。買い取りキャンペーンとか、下取りで 10% オフとか 15% オフとか、そういったうちならではのキャンペーンもたくさんやってますので、何でもご相談いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。